こんにちは、投稿主のヨウムと、レイムです。今回は、ブラームスの若かりし名曲、弦楽六重奏曲第1番を紹介します。ブラームスって巨匠なイメージあるけど、若い作品もそうなの？巨匠のような様式美もありますが、この曲は若き自由さと情熱も味わえる傑作です。へえ、なんかワクワクしてきた。今回はこの曲の背景と魅力、そしてプレイヤーから見た面白さもお話しします。音楽を愛するすべての方へ、ぜひお楽しみください。ブラームスは19世紀に活躍したドイツの作曲家です。この曲は1860年、27歳の作品です。まだ20代の時だったのね。この頃、ブラームスは精神的に大きく成長しました。年齢からかしら？年齢もあるでしょうが、大きなきっかけが、シューマン夫妻からの自立です。シューマンって、ピアノや交響曲で有名な？はい。ロベルト・シューマンは無名のブラームスを高く評価し、音楽界の表舞台に押し上げたのです。若きブラームスは彼を恩師として慕いました。いい出会いじゃない。しかし、その反面人生の大半を夫妻に捧げるような、依存とも言える関係だったのです。さらに、実は奥方クララに対して、密かな片思いがあったのです。許されざる恋ってやつ？そうですね。これも依存の原因だったのでしょう。しかし、恩師は精神病にかかり、40代で他界します。残されたブラームスは、クララを支えるために行動し、この過程で自立の道を歩み始めたのです。クララに抱いていた恋心も自然と落ち着きました。恩師の死を乗り越えて一回り成熟したのね。また彼は精神だけでなく金銭面でも安定しました。ロベルトの死後、デトモルト宮廷に就職し、年に3ヶ月だけ働けば1年分の給料がもらえたのです。ホワイト。残りの9ヶ月は創作活動に専念できました。いいなぁ、私もそんな生活したい。ブラームスの技術が高く買われた結果です。さらに内気な性格に鞭を打ち、社会経験も積み重ねていきました。こうして豊かな経験を積んだ彼は、最初の室内楽作品を生み出します。それが、この弦楽六重奏曲なのね。はい。ロマンチックさを称えつつ大人びた響きも感じられるのは、こうした背景があったからかもしれませんね。ブラームスはとても内気な性格でした。なんかイメージぴったりかも。その性格は作曲スピードにも出ているのか、若い頃の作品はあまり残っていないのです。でもこの六重奏曲は確か、27歳です。めっちゃ早いじゃん。この時期に完成できたのには理由があります。弦楽六重奏というジャンルに前例が少なかったからです。少ないってどれくらい？有名どころだと1700年代のボッケリーニ以来、ほとんど例がありませんでした。すると、先達を意識しなくてよかった。はい、のびのびと作曲できたのです。また、この六重奏というスタイルは、ブラームスの和声重視の作風にぴったり合っています。中低音が2人増えることで響きの広がりが楽しめるのです。なるほど、まさにこのジャンルの開拓者ね。彼自身もこの曲に自信を持ったらしく、第2楽章をピアノ用に編曲して、クララの誕生日にプレゼントしたのです。わあ、ロマンチックね。ここまでの話をまとめましょう。精神的な成長のイベントがあった。新しいジャンルでは隠してのびのびと作曲できた。そして六重奏を活かした和声を楽しめる。ポイントはこんな感じ？その通りです。では、曲の中身に移りましょう。第1楽章。うわぁ、耳も心も満たされるよ。豊かな中低音が胸の奥に火を灯します。一方で、情熱、音の跳躍、和声の色で情感を出しています。特に音域の使い方が魅力です。前半は旋律が中低音に溶け込むよう。一方、展開部は音域がどんどん広がっていきます。音域のコントラストが心地よさだけでなく、メリハリもつけているのか。もう一つの特徴が裏で波打つ8分音符です。このうねうね？はい。細かく揺れるリズムが音楽に生命を与えています。この8分の波は後の第2番でも使われます。彼のお箱の先駆けなのね。この8分意外と難しいのですが、それは後で紹介しますね。まるで秋の森を思わせるような、素敵な音楽ね。あ、この旋律知ってる。ビオラのロマンチックな独白で始まります。
この旋律は、4度、6度、そして8度と、だんだん音程が広がっていきます。感情が高ぶっていく様子が音の広がりに現れているのです。すごくドラマチック。そう、実はブラームスの曲では珍しいほど、直接的な感情が露出しています。有名だけど、実はレアなのね。さて、この楽章は主題と6つの変奏からできています。ブラームスはテーマの変形がとても得意な人でした。じゃあこの楽章はその真骨頂とも言えるのね。そうですね。変奏を通して思いの膨らむエネルギー。ぜひ身を委ねながら聴いてほしいです。第3楽章。うわぁ、色めいた森を思わせるわね。はい、とても充実感がありますね。古典派らしいスケルツォとトリオの感想風。だけでなく、ロマン派の自由さもあるのが魅力です。3拍目のスパイスなアクセント。前半楽章で見たような音の跳躍や、トリオへなだれ込む動きが自在さを感じさせます。トリオではさらにエネルギッシュになります。6人の音の厚さをフルに活かして、まるで弦楽交響曲のような立体感を味わえます。トリオの方が活発になるってのも面白いわね。第4楽章。始まりに戻ったように穏やかね。1楽章と同じく内声の波に乗って、チェロ、バイオリンが歌い上げます。聞くほどに心の奥がほどけるよう。その魅力の一つは息の長い旋律です。まるで少し前のシューベルトの歌曲や、メンデルスゾーンの歌心が現れているようです。ロマン派の素敵なところが出ているわね。中盤からは少しずつ感情が高まっていきます。香り高い響きに包まれながらクライマックスを迎えます。まさにブラームス特有の濃厚な世界です。ブラームスにはたくさんの室内楽がありますが、その中でもこの曲は弾きやすいです。意外。一番の理由はやはり若さです。比較的自由に、情熱的に音楽を動かせるんです。確かに聞き映えするわね。また、楽器が6本あるので、それぞれが無理せずに音を重ねることができます。余裕ができるってことか。ほんと、ベートーベンの中後期とかやるとね。この曲は60奏で良かったと思います。すごい譜面。ちなみにうまく弾くコツはあるの？音程と音色です。やっぱり音程大事か。個々人としての音程よりも、ハーモニーとしての音感がとても大事です。美しい和声進行が土台なので、和音をはまらせる意識が大切になってきます。音色についてですが、特に波打つ8分音符の弾き方が重要です。あ、さっき出てきたうねうね。右手の滑らかな威厳が求められます。そして左手も、力まず自然な重さの運指が求められるのです。まさに職人芸。私も全然できていないです。でも、そこまで突き詰めなくても、6人で音色のイメージを揃えるだけでだいぶ違います。なるほど、なんだかんだ楽しそうね。最後にこの曲をやるなら、ビオラ奏者の意向を聞いた方がいいですね。どうして？このビオラの旋律あまりにも有名すぎて、弾くには勇気がいるんですよ。確かに、めっちゃ見栄を切るメロディーだし、他のビオラ弾きを前にやるのは怖いわね。それに、この冒頭確かに感傷的なのですが、実はワンフォルテ、全力とはちょっと違うかもしれません。なるほど、工夫しがいがあるわね。ちなみにヨウムはビオラも弾くのよね？はい。この曲やりたいって言ったらどうする？そうですね。セカンドビオラならいいですよ。ファーストやれや。というわけでエンディングです。弦楽60奏曲第1番いかがでしたか？包み込まれるようなひとときだった。あと、思ったより入り込みやすかったわ。語りかけるように自然と心に入ってくる曲です。ぜひ演奏でも鑑賞でも触れてみてください。それでは解説はここまでとします。次はどうするの？ちょっと違う雰囲気の作品を紹介します。イタリアの明るい民謡やファンファーレを取り入れた、万華鏡のような曲です。了解、また見ていただけると嬉しいです。今回のより詳しい内容はブログに載せているので、興味があれば概要欄からご覧ください。最後までご視聴ありがとうございました。